こんばんは。旅するバスケットマンです。今回の旅はずっと行きたかったエジプトへ行ってきます。というわけで、まずは行き方のご紹介です。まずドーハのハマド国際空港まで約12時間飛び、そこで乗り継いでエジプトのカイロ国際空港までは3時間35分と合計約15時間半のフライトです。前回のジョージア旅に続いて今回もカタール航空を利用していきます。ちなみにカタール航空は2024年のエアラインレーティング .com で世界1位に選ばれています。はい、というわけで、滞りなくチェックインも終了しました。今回は手持ちの米ドルがあるので特段両替はせずにこのまま出国したいと思います。はい、無事出国できました。で、今回なぜエジプトに向かうのかっていうことを飛行機に乗りながら説明したいと思うんですけども、子供の頃からですね、やっぱり一度はピラミッドとスフィンクスをこの目で見たいと思ってたんですよね。で、年を取るにつれてそれがいつになるのかというか、早く行くべきなんじゃないのかと自問自答するようになって、ついにその衝動が抑えられなくなったという感じです。はい、それでは少しだけ機内の様子も紹介します。座席はエコノミーなので至って普通、膝前はこんな感じです。それでもちゃんとトラベルキットもついてきますし、 LCC ではないのでビールも追加料金なしでいただけます。では旅の成功を祈って乾杯。おいしい。そして機内食のお肉もちゃんと厚みがありました。おいしい。そして日本を旅してきたというスペイン人の素敵な夫妻と仲良くなって楽しい時間を過ごしました。午前3時20分、無事カタールのハマド国際空港に着陸しました。というわけで乗り継ぎ時間は4時間半ほどあるんですが、前回の旅でいろいろと回って買って知ったる空港なので、今回ここの案内は省略します。ハマド国際空港の詳細は過去動画で紹介していますので、よろしければそちらをご覧ください。午前8時、ドーハからカイロ国際空港行きの飛行機に搭乗です。機材はボーイング7879ですね。はい、まだカイロに向かっている上空なんですが、ついにナイル川が見えてきました。はい、今カイロ市街の上空です。まもなく着陸します。はい、予定より30分ぐらい早くカイロ国際空港に到着しました。いやー、想像以上に綺麗な空港ですね。ちなみにエジプトに入国するにはビザが必要なんですが、ここでビザの取得方法について簡単に説明したいと思います。まず最も簡単な方法は、カイロ国際空港の入国前フロアの銀行でアライバルビザを購入する方法です。この方法の注意点は、窓口が混雑した場合、入国が遅れる可能性があることと、現金しか支払いができないところです。
続いてもう一つの方法は e ビザポータルで事前購入する方法です。今回僕はこの方法でビザを取得しました。まずは氏名、メールアドレス、パスワードを入力してサインアップします。続いて登録したアドレスにメールが届いたら確認ボタンを押します。そして再度ログインしたら旅の情報、申請者情報、滞在場所、これはホテルの情報で構いません。それを入力して最後にクレジットカードで支払いを済ませたら完了です。それではいよいよエジプトに入国します。はい、10分ほどでイミグレーションも抜けて無事エジプトへ入国することができました。というわけでカイロ国際空港からウーバーでホテルまで向かいます。と大層なタイトルコールをしたのはですね、カイロ国際空港のウーバー乗り場が限定されていて分かりづらいからなんです。僕が今出てきたこのターミナル2は外資系航空会社が主に到着するターミナルです。でもこのターミナル前の場所にウーバーを呼ぶことはできません。で、どこに呼ぶことができるかというと、ターミナル2を背中にしてずっとあっちの方にあるターミナル3の駐車場になります。はい、というわけでターミナル3へ向かって歩いて移動したいと思います。あ、案内掲示も一応出てますね。こっちの方向に向かっていきます。で、ちなみにですね、エジプト着いたらもう死ぬほど暑いんじゃないかって想像してたんですけども、日陰はそこまでじゃないですね。はっきり言って日本の夏の方が暑いと思います。湿気っていうか、そういうジメジメした感じがこっちは全くありません。今キャリーバッグを一つ、こうやって引いて歩いてるんですけれども、舗装もされているのでそれほど大変じゃないですね。よっと。あとあれですね、客引きがいないのもいいですね。ここ静かで。はい、3分ほど歩いてターミナル3に到着です。で、ウーバーを呼べる駐車場はこの右手の方向になります。ターミナル前のこの横断歩道を渡って、なんか話しかけられてますけどちょっと気にせずここは無視して進みます。で、こうやって無視すると追いかけては来ないので、思ったよりはしつこくないですね。この下の自家用車がたくさん止まってるここがそうですね。そして下に降りるにはすぐ横にあるこのスロープを降りていくんですが、ここはもうちょっと日がですね、避けるものが何もなくてすっごい暑いです。さすがに日差しすごいです。はい、というわけで地元の人たちもたくさんここに集まってきてますけども、ここならウーバーを呼ぶことができます。そしてウーバーアプリを立ち上げて行き先を入力したら、こんな感じでもう近くにいるウーバーの車が見えるようになります。はい、無事ウーバー乗れました。ただですね、今回ちょっと廃車した車がどれか分かりづらいことがありました。ウーバーで廃車した車を見つけるには車種とナンバーで判別する必要があるんですが、エジプトの車のナンバーは非常に分かりづらいです。というのもこのようなアラビア語の数字で書いてあるからなんです。視聴者の皆さんもエジプトを旅する場合はまずこの数字を覚えるようにしてください。砂で作られたようなビルがたくさん並んでいます。不思議な街です。
あの塔はカイロタワーですね。というわけでカイロ国際空港から40分ほど走ってホテルに着きました。面倒な値段交渉もしないで済んで、こんなに乗って約600円ですから、空港からはウーバーに乗って正解でした。はい、今回カイロでの滞在はこちらのシェラトンをエクスペディアで手配しました。そして部屋はクラブフロアを選んだので、チェックインは26階のクラブラウンジで行いました。こんな感じで外の喧騒が嘘のように静かな空間です。窓からはナイル川も眺められますし、なんと遠くにピラミッドも見ることができました。アーリーチェックインできたので、ここでちょっと軽食を食べてコーヒーを飲んで、いざ観光に行きたいと思います。時刻は夕方の4時10分です。早速カイロ市内にある遺跡を見に行こうとウーバーで出かけてきたんですが、いやー、カイロの交通量えぐいです。もうみんなぐい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 割り込んでくるんで、全然進まないんですよね。夕方の渋滞はかなりひどいので、時間に余裕を持った移動を心がけたいです。はい、ということで思ったより時間がかかりましたが、古代カイロの城壁が見えてきましたね。世界遺産の一つナスル門着きました。で、道路渡ろうと思ったらワンコがふらふら歩いてるんだけど、大丈夫か？危ないけど引かれないように気をつけろよ。お、危な。すごいギリギリ走っていかれました。このナスル門、先ほど言った通りイスラム地区の世界遺産の一つなんですが、普通に地元の人の生活道になってるので、こんな感じでもう交通量すごいんですよね。人力車みたいなので荷物運んじゃったりしてますし、いやー、早速エジプトの洗礼を受けている感じです。あ、でもこういう作りはすごいな。ただね、こうやっても車もバンバン来ちゃうんで、ちょっとゆっくり見れないのがなかなか難しいんですけども、あら、少年がなんか重たそうなものも運んでます。11世紀に再建されたこのナスル門には、十字軍の襲来に備えて建造された城壁もしっかりと残っていました。ナスル門から歩いてきた裏通りになんかパン屋さんがありますね。こんな感じでもう路上にパンをずっと出しちゃってるんですけども、いやー、でも美味しそうだな。この辺りはもうほんとカイロの下町って感じですね。うわ、この瓦礫というか廃墟の感じはすごい。どこからともなくアザーンが聞こえてきましたね。これぞアラブの国って感じです。この音、この匂い、この空気、まさに海外旅行してるって感じになります。ちょっとここは観光地っぽい通りに出てきました。 Google マップで調べてみたら、この通りを、南に行った方に有名なハンハリーリーチバがあるみたいなんですけども、ちょっと今反対の方向に向かっていっています。というのもですね、この先に美しい、モスクがあると、ガイドブックに書いてあったからです。ここの辺りにあるモスクはみんな世界遺産なんですけども、いやー、楽しみにしています。
あ、これはアラビックスイーツのお店ですね。昔ドバイ行った時にこれと同じものを食べた気がします。はい、というわけでアルハキームモスクに着きました。早速ですけれども、上の方のレリーフとかも綺麗ですね。このモスクはカイロ最古のモスクの一つで、ファーティマ朝のカリフハキームが1013年に創建したそうです。いやー、壮観ですね。入り口で靴は脱いでいますので、サハンと呼ばれる中庭もこのように、靴下で歩いている形になります。アブダビで見たモスクのように華美ではないんですが、歴史の重さというか日常の祈りが溶け込んでいるような雰囲気を感じます。夕日に照らされたこのミナレットも美しかったですし、エジプトの見どころはピラミッドだけじゃないと思わせてくれる素晴らしい遺跡でした。はい、というわけでちょっとお腹も減ってきたので、この後はアンハリーリ市場の方に行って食事をしたいと思います。ではムイッズ通りを南へハンハリーリ市場へ向かって歩いていきたいと思います。いやー、ここはとても賑やかな通りですね。なんかここはレストランかな、すごい音楽が流れてますけども、いわゆる観光客向けのお土産屋さんもたくさん並んでいて、勝手ながらここはカイロの竹下通りだと思っています。謎のおじさんがあーってずーっと言ってて、もう地元の人もなんか笑っちゃってる感じなんですけども、謎のあーおじさんいました。さっき竹下通りって言いましたけど、どっちかっていうと通天閣ですね。なんか好きです。ここはお魚屋さんですね。生の魚あんな感じで置いてあります。見学時間が終了してたので残念ながら入れませんでしたが、ここにもモスクがありました。いやー、しかしこれをカオスと言わずして何と言うんでしょうかね。あのおじさん NASA の T シャツ着てますし、そう思ったらこんな感じで電話しながらおっちゃんがバイク運転してきますし、なんか怪しい客引きもいたりして、本当面白いです。よくわからないんですけれども、なんかこの細い路地にですね、どんどん人が入っていくので、ちょっとついて行ってみたいと思います。なんかお店があるけど宝石かな。わかった。ここあれですね、金の取り扱ってるお店ですね。ほとんどエジプトは古くから金の装飾品が有名でしたからね。そして一番奥のこの店が人だかりすごかったんですけど、おそらくレートが一番いいお店なんだと思います。ムイッズ通りは一日中観光客が訪れ、人通りが多いため治安的にはそれほど心配する必要はありませんでした。この辺りからが有名なハーンハリーリですね。小さな工房やお土産や装飾品、その他いろんなものがですね、雑多に、集まってる市場ということで、ワンちゃんもいますけれども、さあちょっとこちらを探検していきたいと思います。ハーンハリーリにはこうしたランプのお店がたくさんあって、明かりが灯る夜に訪れるのが
おすすめです。というわけで細い路地をうろうろ歩いて、ハンハリーリかなり面白いんですけれども、お腹が減ってきたのでそろそろ夕飯にしたいと思います。この近くにですねエジプト料理が食べれるお店があると、調べたのでそこに行ってみたいと思います。ナギーブ・マフフーズカフェ、こちらがそのお店です。店名はエジプトのノーベル賞作家の名前が由来だそうです。エジプトらしからぬ上質なサービスが受けられると評判のお店です。残念ながらアルコールの取り扱いはなかったのでマンゴージュースで乾杯します。うわー、濃くて美味しい。はい、日本でもおなじみのモロヘイヤスープと豆をすりつぶして揚げたファラーフェルを注文しました。ではモロヘイヤスープからいただきます。このとろみ分かりますかね。塩だけのシンプルな味付けで美味しい。本当にマンゴージュースが美味しすぎて思わずおかわりしちゃいました。この後ハワウシやキョフテなど中東らしいメニューを頼んだんですが、カメラのトラブルですいません、ちょっと撮れていませんでした。それでもこんな感じで生演奏を楽しみながらいい夕食が撮れました。というわけでお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。ナギーブ・マフフーズカフェはですね、駐在員の方なんかも、よく来るお店でおすすめということなので、カイロに旅に来た方はですねぜひ、立ち寄ってもらってはいかがでしょうか。味も悪くなかったですよ。料理も美味しかったですし、何よりマンゴージュースは最高でしたしね。さて、時間はまだ早いんですが、さすがにちょっと初日で、お兄さんごめんなさい、飛行機の長旅もあって疲れてます。そろそろ早めに、宿に戻ろうかな。でもまだちょっと歩こうかなという感じです。と思ったらここがもうハンハリーリエリアのもう端っこですね。もうここから、出れるみたいです。なぜかここにはセキュリティゲートがついています。入るときはね特に通った記憶はないんですけども、あれが有名な世界遺産アズハルモスクです。もう中は見れない時間なんですが外からでも綺麗です。あの女の子はゴミを拾ってバックシーシをもらおうと思ってる子ですね。これも世界の現実なんですよね。というわけでウーバーでホテルまで戻っていますが、行きもすごかったですが帰りも渋滞すごいです。カイロで有名な乗り合いバスなんですが、今見ました？ドア開きっぱなしで走ってます。なんかあの子もドナドナみたいにちょっと連れられてる感じしますけど、いやーもうこんな感じでね、道路を横断してくる人もいますし、本当にカオス。すごい。この刺激なんて言ったらいいんだろう。いやー、日本の常識が全く通用しない面白い国です。では初日はこの辺でおやすみなさい。おはようございます。エジプト2日目の朝です。朝から素晴らしい眺めを見ています。今日はいよいよギザのピラミッド群へ行ってみます。ホテルからピラミッド群があるギザ台地までは車で約30分ぐらいなんですが、途中はこんな感じでまるで東京の首都高みたいな、高速道路を走っていきます。
今運転手さんが教えてくれたんですが、あそこに見える建物が間もなくオープン予定の大エジプト博物館だそうです。というわけでついにピラミッドが見えてきました。いやー、すごいワクワクします。はい、ピラミッドエリアのチケットセンターやってきました。ではここでチケットの購入方法を紹介します。チケットはエリア入場券の他に4種類があります。各ピラミッドの内部を見学したい場合はここでチケットを買っておきます。僕が行った時期の入場券は540エジプシャンポンド、約1545円でした。またクフ王のピラミッドは900エジプシャンポンド、約2576円でした。ちなみに2024年4月から自動券売機で購入ができるようになっています。ただしクレジットカード決済のみですのでご注意ください。というわけで自動券売機で買っていきたいと思います。まずは入場日が間違っていないかを確認し、購入するチケットを選択していきます。僕は入場券とクフ王のピラミッドの見学券を買いました。続いてクレジットカードを端末に差し込んで暗証番号を入力し決済します。ビザとマスターカードしか使えませんのでご注意ください。これでチケットをゲットできました。券売機から嘘みたいに飛び出してくるのでうまくキャッチしてくださいね。なおチケット売り場の横には有料トイレがあります。ピラミッドエリアの中ではクフズレストランのエリアかスフィンクス側入り口まで行かないとないので入場前に利用することをお勧めします。というわけで入場しましたが、うわー、すごい。ついにこの目でピラミッドの全貌を見ることができてます。いやー、すげー。いやー、もう圧倒的な存在感です。クフ王のピラミッドは紀元前2550年頃に作られたと言われており、当時の高さは 146.6 メートル、石灰岩、花崗岩といった石が約230万個使用されています。ピラミッドの建築方法は当時のクレーンのようなものを用いたとか、石を積み上げるための傾斜路が作られたとか、様々な説があるんですが、はっきりとした方法は未だ謎なんですよね。この石を4500年以上前の人たちが積んだと思うとすごい重みを感じます。積み上げられた石を確かめながら上を見ていくと、まるでそびえ立つ巨大な壁です。それにしてもこんなにも整った角度で積み上げていけるもんですかね、大昔の人が。ではあそこからクフ王のピラミッドの内部に入っていきたいと思います。クフ王のピラミッド内部の見学ルートはこんな感じです。星印が今歩いている場所で、この先の大回廊を抜けて王の間まで行くことができます。この辺りは風も抜けて外よりも涼しいぐらいですね。いや、もうリアルインディ・ジョーンズって感じですよね。すごい探検感がやばいです。ここから情報へ行く通路に変わりますが、
なんかちょっと上から人が降りてきてるので、ちょっとここは譲って待ちたいと思います。あれ、上がってると思ったら前の方はちょっと後ろ向きで降りてきてるみたいですね。お互い笑いながら通り抜けることができました。こういうコミュニケーションもいいですね、ここ。はい、というわけで大回廊と呼ばれる上昇通路に到着です。この大回廊は長さが47メートル、高さが約 8.7 メートルあるそうです。いや、こうやって今はね、手すりをつけて歩けるようにしてくれてますけど、こんな大きな通路を当時の人々が作ったなんてちょっと信じられないですよね。しかもこの壁、上部に行くほど徐々にせり出してくる持ち送り構造になってるんですよね。ここもどのようにして作られたかはまだ正確にはわからないそうです。というわけで大回廊、上まで登ってきました。上から見下ろすとこの急角度ですからね。いや、結構息が切れました。さあ、それではクフ王が埋葬されたと言われている玄室王の間に行ってみます。ここが王の間です。密閉された空間でまるでサウナのように暑いです。ここにはただ一つ赤色花崗岩でできた石棺が置かれていますが、クフ王のミイラが見つかったわけでもなく、これもまた謎の一つです。ちなみに王の間の天井の上には重量軽減室と呼ばれる謎の5層の部屋も存在しているそうです。うわ、王の間を出たら大行列でした。気をつけて外に戻りたいと思います。というわけでピラミッドの外に出てこれました。風が気持ちいい。いやー、内部を見た後に改めてこうやって眺めると本当にとんでもない建造物です。ちなみにピラミッドの前で水やコーラなどの飲料を売っていました。高額な値段をふっかけてきますが、値引きできますので、水分補給が必要であれば迷わず購入した方がいいです。ではクフ王のピラミッドを後にして別のエリアも見学してみたいと思います。ラクダがいますね。これ写真撮りたいところですけども、撮ったりするとね、お金要求してくるやつが絶対現れますから、スッと感じてこんな感じでね流してと僕は撮りませんけども、この遺跡も名前も特についてないんですけど、なかなかすごいですよね。カフラー王のピラミッドの北側、つまりクフ王のピラミッドの西側にはクフ王に仕えた高官たちの墓が整然と配置されていて、中央集権的国家がそこにあったことを現世にも伝えてくれます。ではせっかくなので、ここからは馬車に乗ってカフラー王のピラミッドの方へ行ってみたいと思います。馬車やラクダの正規料金は1時間500エジプシャンポンド、約1400円ですが、とんでもない値段をふっかけてくるので料金交渉が必須です。馬車に乗った瞬間、10ドル払えば3つのピラミッドを一緒に見えるフォトスポットへ連れて行くと無茶な営業をかけてきました。政府公認の料金だなんて平気で嘘も言ってきますからね、気をつけましょう。はい、営業しつこくてうるさかったのでもう10エジプシャンポンドだけ払って降りました。で、ここはクフ王のピラミッドの裏側なんですが、野良犬が上まで登ってっちゃってますね。なんか大丈夫かな、あんなところに登ってっちゃって。なおピラミッドにはこんな看板も立っていて、
上に登ることは禁止されていますのでご注意ください。はい、続いてカフラー王のピラミッドまで来ました。クフ王の息子のカフラー王が紀元前2520年頃に建設したピラミッド。ギザ大地の最も標高の高い場所にあり、参道にはスフィンクスが配置されています。カフラー王のピラミッドはご覧のように頂上付近に化粧石が残っています。ギザの三大ピラミッドは建設当時はすべて化粧石で覆われていたと言われていますが、中世の時代に採掘が行われ、カフラー王のピラミッドのこの部分だけが残ったそうです。またちょっと別の馬車を拾って、移動しています。この後はスフィンクスを見に行ってみたいと思います。おー、ついにスフィンクスもこの目で見ることができました。全長57メートル、高さ20メートル、カフラー王の治世に作られ、その顔はカフラー王に似せて彫られたと言われています。あまり知られていませんが、建設当時はヒゲがついており、そのヒゲは現在は大英博物館に所蔵されています。いやー、子供の頃貪るようにして読んだ月刊ムーとか月刊ワンダーライフとかの古代文明の謎の世界がもう目の前にあって、めちゃくちゃ感動しています。当然ながらここは大人気の記念撮影ポイントなので、僕も撮ってもらいました。それではこの後はピラミッドエリア内にある一番のおすすめレストランへ行ってみたいと思います。今馬車を降りてレストランのある敷地まで入ってきたんですが、馬車のおじさんが乗るときは10エジプシャンポンドでいいと言ったのに、降りるときには10ドルを要求してきました。ほんとこういうのの繰り返しで疲れます。というわけでちょっと苦労してやってきたこちらの建物の中にレストランはあります。ここがクフズレストランです。おー、活気があっていい雰囲気ですね。クフズレストランは中東北アフリカ地域のベスト50のレストランにも選ばれている超人気店で、予約が必須です。というのもここはピラミッドビューの絶景レストランなんです。旅人界隈ではピラミッドが見えるケンタッキーが有名ですけど、ここはその日じゃありませんね。3つのピラミッドを同時に眺めながらモダンなエジプト料理を楽しむことができます。テラスにはパン焼き窯もありました。陽気な人ですね。店内はもちろんエアコンが効いているので快適です。僕はピラミッドがまっすぐ眺められるこちらの席にしてみました。というわけでオーダーを済ませると、まずは自家製のパンが出てきました。焼きたてでどれももちもちで美味しかったですね。そしてここのレストランはビールも飲むことができました。こんな感じでサービスでついでくれます。いやもうこんなピラミッド見ながらビール飲めるなんてほんと幸せですよね。うまい。料理は好きなメインディッシュを選ぶコース形式のスペシャルメニューでした。こちらの料理はエジプトの国民食と言われているコシャリをアレンジしたサラダですね。パスタにひよこ豆とかレンズ豆とかが入ってるんですが、美味しい。こちらはババガヌーシュ、焼きナスをペースト状にした料理です。ハーブも効いてて美味しいですね。そしてメインは炭火で煮込んだスモークビーフにエジプト米のベイクドライスです。この他にもうさぎ肉の入ったモロヘイヤスープなど、メインは5種類から選ぶことができました。見た目はホロホロとした感じですけど、どんな味かな。赤ワインが効いていてビーフシチューの肉みたいです。うまっ。そしてエジプト米のご飯もいただきます。もっちりして美味しい。
そしてデザートはチョコシフォンケーキとアイスでした。ケーキはちゃんとピラミッドの形をしてました。というわけで洗練されたエジプト料理を楽しめて、綺麗で居心地がよく、ピラミッドビューの素晴らしいレストランでした。はい、というわけでクーズレストランで食事してきました。いやー、お腹いっぱいです。そして目の前にはまだこうやってピラミッドが見えます。それにしても風が強いんで、僕の声ちゃんと聞こえてるかちょっと心配ですけども、帰りは歩いて出口まで向かっています。で、このね、素晴らしい景色ですからね。ちなみに風がとても強いので、体感的にはそれほど暑くありません。ただ日差しはとても強いです。いやー、この風景をずっと記憶に留めておきたいなと思います。おはようございます。今日は早起きしてこれからルクソールへ向かいます。ルクソールまではバスや電車で行く方法が一般的なんですが、今回僕は飛行機を使って日帰りで行きたいと思っています。というわけでここが国内線のゲートなんですが、セキュリティチェックが結構並んでますね。いや、早く来てよかったなこれ。僕が乗る飛行機は7時発のエジプト航空 MS062 便です。なおカイロからルクソールまでは約500キロほどあり、陸路だと早くても8時間から10時間ほどかかるんですが、飛行機だと1時間で行けます。エアチケットは前日にエジプト航空のオフィシャルサイトで手配しました。往路がビジネスクラス、復路がエコノミーで合計276ドル、約4万100円でした。はい、というわけでセキュリティチェック終わって、無事発見できました。エジプト航空のサービスを心配してたんですが、今のところ発見もスムーズで一安心です。はい、制限エリア内入りました。で、ちょっとお腹が空いたので朝食を食べにラウンジに行ってみたいと思います。はい、ここが国内線のビジネスラウンジです。スターアライアンスのゴールドメンバーもこちらを使うことができます。中はこんな雰囲気です。朝早いので、フルーツとパンと、それからサンドイッチはありますね。ちょっと寂しいかな。でもまあ無料で食べられますので、ここはありがたくいただいておきます。係のお姉さんにお願いしたら奥から牛乳を出してくれました。朝はやっぱり牛乳飲めるの嬉しいです。美味しい。はい、こじんまりとしたラウンジでしたけどゆっくりできました。ではこれから、ルクソールへ向かいたいと思います。
いうわけで初めてのエジプト航空のフライトでしたが、定刻通り1時間でルクソール国際空港に到着です。時刻は8時11分です。ルクソールに着くことができました。で、心配していたエジプト航空なんですが、全く問題なしです。わずか2万円ちょっとでビジネスクラスに乗れて、こんなに快適にルクソールに来ることができたので、自分でもナイスな選択をしたなと思っているぐらいです。ここもカイロと同じでツアーガイドが中まで入ってきちゃってますね。全くこれがエジプトなんですけども、僕はツアーを申し込んでいませんので、まずは移動の足を確保したいと思います。はい、じゃあルクソール観光のまず足を確保ということで、あの辺のタクシーの運転手に声をかけてみます。はい、タクシーの運転手さんに交渉して1日ツアーガイドをやってくれる、運転手を見つけたんですが、この人はちょっとそのガイドのところの車まで送ってもらうっていう約束で、ちょっと交渉が成立しましたので、そこに向かってます。はい、この人が1日ドライバーをお願いしたミドさん。英語が話せるんでね、こっちではありがたい存在ではあるんですけども、とにかくよく喋ります。こっちが聞いたことも聞いてないことも本当にずっと運転しながら話してる感じです。というわけで王家の谷についにやってきました。入場チケットは600エジプシャンポンド、約1740円でした。このチケットで3つの遺跡に入ることができます。ちなみにツタンカーメンの墓は別料金で500エジプシャンポンド、約1450円でした。はい、ビザのクレジットカードで、チケット購入することができました。ではこのゲートから入っていきます。まさに荒野の谷って感じですね。ちょっと違う惑星に旅しに来たような雰囲気もあります。カート乗ったんですが、もう2分ぐらいですぐ、お墓のある中心エリアまで着きました。ここからは徒歩で、移動します。ちょっと歩いただけで暑いですね。王家の谷にあるお墓は全てを1日で見ることはできません。なのでちょっとポイントを絞って見学していきます。というわけで本命のツタンカーメンのお墓に早速やってきました。1922年にあの有名なハワード・カーターが発見した時の写真もありますね。うわ、中はこの美しさです。棺のこんな細部まで美しい彫刻が彫られています。ツタンカーメンのミイラにはあえてモザイクをかけました。これは絶対現地で見てください。いきなり大本命のツタンカーメンのお墓でしたが、いやー、すごかった。これ見るだけでも王家の谷に来る価値はあります。で、この崖もすごいですよね。こんなところをよく掘って古代の人がお墓を作れたもんだよな。紀元前1500年とかの時代ですからね。続いて第19王朝のタウセルト王妃と第20王朝の
瀬戸内藤王のお墓にやってきました。ここはお墓の中の壁画がとても美しい状態で残っています。わあ、ここがタウセルト王妃の玄室だった場所だと言われています。そしてここがさらに奥にあった別の玄室です。この玄室はタウセルト王妃ではなく次の瀬戸内藤王のものだそうです。瀬戸内藤王は別の場所に墓を作っていましたが、掘削に失敗したためこの墓を乗っ取って改ざんしたと言われています。というわけでここはタウセルト・瀬戸内藤という2人の王の玄室を見ることができる珍しいお墓の一つでした。はい、続いてやってきたのはラムセス3世のお墓です。入り口入ってすぐの壁なんですけれども、この彫り方すごくないですか？立体的で。木ではなく石ですからね、これ彫ってるの。あ、この遺跡は内部がちゃんとライトアップされていますね。ここのお墓の壁画は本当に色彩が綺麗です。うわぁ、ここもすごいな。いやー、なんかもう圧倒されてしまいますね。ちなみに最奥部にはまだ一般公開されていない未知の部屋もありました。まだこれから新たな発見があるかもしれませんね。というわけで3つのお墓を見ましたが、いやー、暑くてちょっと疲れました。休憩したい。エリア内に唯一あるここのカフェでちょっと休憩したいと思います。王家の谷の中ではこのカフェでしか飲み物は購入できません。割高ですが、ここで飲むコーラはめちゃくちゃ美味しいので飲んでみてください。はい、ちょっと休憩して元気が出たので最後のお墓、ラムセス9世のところにやってきました。ここも美しくライトアップされています。でもさっきのラムセス3世に比べるとちょっと絵が雑な感じしますね。古代にも素晴らしい絵師とそうでない絵師がいたということが分かって、これも現地に来たからこそ分かった発見でした。はい、というわけで王家の谷
まだまだ見るところはありますが、今回はこの辺で次の遺跡に行きたいと思います。運転手のミドさんがお土産エリアまで迎えに来てくれました。今のがエジプト人得意のワンダラー呼び込みです。1ドルって言って値段聞くと全然何十倍も本当は言ってきますからね。気をつけましょう。続いての遺跡にやってきました。ハトシェプスト女王の総祭殿です。ここはトトメス一世の娘のハトシェプスト女王のために建造された礼拝堂です。アラビア語で北の修道院を意味するデルエル・バハリと呼ばれています。ここの参道には狛犬みたいにスフィンクスが並んでますね。なんか表情が可愛いな、ここのスフィンクス。このハトシェプスト女王総祭殿は実は1997年にイスラム原理主義者の、過激派がここでテロを起こしたんですよね。で、日本人10人を含む外国人、58名だったかなが実は亡くなったという事件の現場でもあるんです。インターネットでルクソール事件と調べると詳しいことは出てくるので、気になった人は調べてみてほしいんですけれども、まあそういうなんていうか日本とは全く違う治安の悪さというかですね、そういうところも実はエジプトが、遠くて観光がちょっと難しいなと思う人がいる原因になってる気もします。僕個人的には、今回のエジプト旅行でそんなに危ない目にも遭っていませんし、怖い思いもしてないと感じてはいるんですけども、そういうところに旅に来てるんだということを補足しておきたいと思います。ずっと参道を登ってきてちょっと疲れましたが、これぞエジプトというようなオシリス神の像が立ち並んでいます。ハトシェプスト女王の顔のオシリス神、この先のアメン神の姿勢上を守っています。オシリスはエジプト神話の冥界の神であり、死と再生の象徴です。ハトシェプスト女王は夫であるトトメス2世の死後に、まだ幼かったトトメス3世のいわゆる摂政となって実権を握って、その後に自らファラオを名乗ったみたいなんですけども、いやー、紀元前1460年頃にこんな建造物を作らせるなんてただものじゃないですね。では最奥部のアメン神の至聖所に入ってみます。わあ、まだ色の残った壁画がありますね。この先がアメン神の聖域です。ここにはアメン神の像が置かれ、重要な儀式が行われていたそうですが、年に2回だけその像を太陽の光が照らすように計算された天窓が設けられています。すごいですよね。外の回廊の壁にも美しい壁画が描かれている場所がありました。いや、色使いすごいな、ここも。いやー、ハトシェプスト女王総祭殿、素晴らしかったです。ここはルクソールまでわざわざ来た甲斐がありました。
はい、続いてラムセス3世総裁殿にやってきました。さっき言ったハトシェプスト女王総裁殿は紀元前1460年頃のものでしたが、このラムセス3世総裁殿は紀元前1170年頃に建造されたものだそうです。時代的には約300年ぐらい後ですね。おー、これはすごい。凱旋門を通ってまず見える第一塔門。高さ22メートル、上部の幅63メートルの圧巻の建造物です。壁面にはラムセス3世が敵と戦う姿がいくつも描かれています。ラムセス3世は諸外国との戦争には強かったそうですが、国内政治は腐敗して記録に残る世界最古のストライキが起こるなど、その治世は大変だったみたいですね。で、最終的には暗殺されていたことも実はミイラの傷から判明しているそうです。ここは大きな柱が何本も立ってたんでしょうね。いわゆる列柱室ってやつですね。ここの小部屋はなんだか神聖な雰囲気を感じますね。遺跡としてはそれほど有名ではなかったんですが、その分観光客も少なめでゆったりと見学することができたので、そういう意味でも来てよかったです。続いてちょっとだけ立ち寄ったのがこちら、メムノンの巨像です。新王国時代のアメンホテプ3世の座像。後の王が石を切り出し破壊されたと言われています。メムノンという名は後にギリシャ神話から名付けられた異色の遺跡です。巨像がどのぐらい大きいかというのは、あそこに立っている人の大きさで分かってもらえますかね。はい、運転手のミドさんの提案でランチはナイル川の魚が食べられる、場所に向かってます。で、レストランかと思ったらなんと船でした。食事はこんな感じで、用意してくれていました。あ、約束通り魚ありますね。なんかもうよくわかんない展開ですが、ビールもありますし、食事もチャーター代に含めると言ってくれてるので、ここはもう流れに身を任せてみましょう。というわけでお腹も減ってるので早速いただきたいと思います。塩味の効いたグラタン美味しいです。続いてナイル川で採れた魚をいただきます。これはだいぶ淡白な味ですね。料理はファーストフードの味なんですけども、ナイル川の風を感じながらビールが飲めて最高です。ちなみに船を操縦してくれているのは船長の息子たちでした。陽気な人たちです。というわけで食事を終えたんですけれども、このままカルナック神殿に向かってもらっています。
続いてやってきた遺跡はカルナック神殿です。こんな感じの博物館みたいな雰囲気になってます。神殿の全貌はこんな感じなんですね。このエントランスのトイレには気のいいエジプト人のおっちゃんたちがいて記念撮影しました。はい、ということで、中に入って見学を開始しました。いやー、ここは公園みたいに整備されてるな。綺麗な、遺跡ですね。お、神殿の第一塔門が見えてきました。いやー、ここもすごいでかいな。第一塔門は紀元前940年頃から建造されたと言われています。カルナック神殿は新王国時代の歴代のファラオが寄進して建造された巨大な複合神殿です。中でもトトメス3世によるアメン神殿が豪奢を極めました。まだ神殿に入る前なんですけど、まずはセティ2世の小さなオベリスクがお出迎えしてくれました。ここがスフィンクス参道と呼ばれているところです。こんな感じでたくさんのスフィンクスが並んでいます。ちなみにここのスフィンクスは頭が全部羊なんですよね。これはアメン神を象徴しているそうです。ここにラムセス2世の巨像がありました。でかい。大列柱室に入りましたが、ここはすごいです。うわ、こんな残ってるんですね。ここはパピルスの草木が生い茂る古代エジプトの原初の沼をイメージしたと言われていますが、いやー、建築技術的にも本当にすごいものです。見えますか？屋根が。そして、壁にもこんな感じでさまざまなレリーフが残っています。さらに奥に進んでいくとオベリスクがありました。手前がトトメス1世のもので、奥がハトシェプスト女王のものだそうです。はい、というわけでカルナック神殿を見てきましたが、いやー、ここも本当に素晴らしい遺跡でした。いやー、来た甲斐あったな。カルナック神殿を出たところで、ドライバーのミドさんが待ってくれてると思ったんですけども、船の船長が待ってくれてました。で、こんな感じで、また船に案内してもらってます。ルクソール神殿にちょっと行きたかったんですけども、また船乗ってけって言うんで、ここは乗っていきたいと思います。川辺はこんな感じでのどかなんですけども、なぜかめちゃめちゃノリノリで盛り上げてくれるエジプト人たちです。おまけにサービスでタイタニックのテーマソングもね流してくれてますけど、それって沈没するんじゃねえのかっていうツッコミね、ちょっとしたくなりますよね。というわけでそうこうしているうちに日も暮れてきました。帰りの飛行機の時間を考えると
ちょっともうルクソール神殿には行けそうにないですが、まあでもこんな景色見ることもなかなかできないので、これはこれで良かったのかもな。というわけで船を降りて、最後に空港まで送ってもらおうと思ったんですが、これまで親切だったドライバーのミドさんがとんでもないことを言い出しました。1日1500エジプシャンポンドと約束していたのに、なんと12300エジプシャンポンドを要求してきました。ランチ代も含んでいるなんていうのも全くの嘘。早く支払わないと帰りの飛行機にも間に合わないぞなんて脅してくる始末です。そこでもうここからは口論です。ツーリストポリスも呼んできて、仲裁に来た別のタクシー運転手や野じ馬も巻き込んで大騒動になりました。で結局40ドルを支払って、まあハラースとなったわけですけども、平気で嘘をついてぼったくろうとする少年に本当に腹が立ちました。地球の歩き方のコラムにエジプト流の口喧嘩について書かれていましたが、まさか本当にハラースって自分が仲裁されるとは思いませんでした。ということで空港に戻ってきたんですが、嫌なことは続くということで、まさかの飛行機が遅延です。行きは大丈夫だったんですが、まさか帰りでエジプト航空の洗礼を受けるとは思いませんでした。はい、もうあと10分ぐらいで日付変わっちゃいますが、やっとボーディングです。当初の予定ではね、9時前がねボーディングで予定だったんで、どんだけ待たされたんだこれ。いやもうほんと疲れました。でもまあなんとか欠航にならずに飛んでくれるっていうことだけでも感謝しないといけないかもしれません。さらばルクソール。はい、ということで無事カイロ国際空港に戻ってこれました。早くホテルに戻って眠りたいです。今回の旅もいよいよ最終日になりました。というわけでやってきたのはこちら、エジプト考古学博物館です。チケットは事前予約の必要もなく、その場ですぐ購入することができました。それでは早速入ってみましょう。はい、館内入りましたと、中はすごい人ですね。にぎわってます。エジプト考古学博物館には歴代のファラオの秘宝や副葬品、古代のミング塔が数多く展示されています。ツタンカーメンの黄金のマスクもここで見ることができました。館内は2階建てになっているんですが、こんな巨像も置いてあります。なんかこのミイラの王冠は忍者のくのいちっぽいですね。さりげなく置かれているこうした王冠の装飾も素晴らしいです。そして僕が館内で一番気になったのがこれです。古代のエジプト人の頭の形なんですが、これ発達しすぎてませんか？まるで宇宙人ですよね。ピラミッドが未だどのようにして作られたか正確に分かっていないというようなこともありますが、古代エジプトには宇宙人が存在していたなんていうことを想像したくなってしまいます。はい、それでは2階の展示エリアにも行ってみたいと思います。なんかこの絵が描かれているのかわいいですね。ほら、この絵もちょっとかわいくないですか？そしてこっちにはジョジョファン歓喜のチャリオッツがありました。
それからミイラの埋葬の様子がわかるコーナーや、こんな感じでリアルミイラもたくさん展示されています。まさかこの人も何千年か後にこんないろんな人に見られるとも思ってなかったでしょうね。こっちには赤ちゃんのミイラもありました。それからこんなマトリョーシカみたいな綺麗なお椀もありました。美しいですよね。さあ、ここが大人気のツタンカーメンコーナーです。すごい人だかりです。残念ながらツタンカーメンの黄金のマスクが展示されているコーナーは撮影禁止でしたので、こちらのイメージフォトで紹介します。でも本当に素晴らしかったです。金の他に水晶や黒曜石、そしてラピスラズリといった様々な素材を使って精巧に作られていました。前日に王家の谷でツタンカーメンのお墓を見ていただけに感慨もひとしおでした。発掘された当時の写真がこんな残ってるんですが、結構乱雑に入ってたんですね。ほら、こんな感じです。そしてこちらにはツタンカーメンの黄金の玉座がありました。肘掛けはエジプトの統一を示す翼を持ったコブラの姿をしており、その先にはライオンの頭部が飾られています。そして背もたれには王妃がツタンカーメンに軟膏を塗っている姿が描かれています。こっちにはアヌビスがありました。このアヌビスは古代エジプトで冥界への案内役と言われており、この像が取り付けられた厨子はツタンカーメンを守るための物品として一緒に埋葬されていました。そしてこれがツタンカーメンの立像ですが、なかなか勇ましい表情で作られています。ゆくゆくはギザの大エジプト博物館の方に移設されてしまうようですが、ツタンカーメンのお宝がたくさん見れて本当に良かったです。はい、そろそろ閉館時間ということで、最後にギフトショップにちょっと寄ってみました。さすがに博物館の中なので、街中のお土産屋さんよりも割高ですね。でもこういうエジプトっぽい置物とかもあってなかなかいいです。はい、というわけでエジプト考古学博物館見てきました。いやー、想像よりも素晴らしい博物館でしたね。ここも絶対立ち寄った方がいいです。というわけで今回のエジプト旅で、行こうと思ってたところは一応全部行ったんですけども、帰る前にもう少しだけ、カイロの街を歩いてみたいと思います。この辺りはカイロの街とは思えないぐらい綺麗に、整備されてますね。この像の人はナポレオンの侵攻に抵抗したエジプトの英雄だそうです。と綺麗な通りから少し歩いて路地に来たんですが、この辺りは匂いがきついです。いやー、この臭い匂いもでもね、旅の思い出といえば思い出になりますよね。ああいうドア全開のバスも日本では見られない光景ですからね。はい、というわけでホテルで荷物をピックアップして今、空港に向かっています。と帰りもこの渋滞すごいです。まさに混沌のカイロ。ピラミッドをはじめとする遺跡はもちろん素晴らしかったんですが、でもこの街のエネルギーっていうのも本当にすごいと思いました。
今回のエジプトは僕にとっても生涯忘れられない旅となりました。それでは日本に帰ります。また次の旅でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。